こんにちは、こんばんは、おはようございます。クオン開発の朝比奈幸太郎です。本日はですね、音の20世紀、少しお休みさせていただきまして、私の自己紹介の回としてお届けしたいと思っております。私は朝比奈幸太郎と言いまして、芸術家、音楽家というふうに名乗らせてもらっていますが、こちらはですね、今度収録するロケで使うアイテムなんですけども、こちら GNSS データを衛星から受信するもの、そしてこちらがZoom の F3、オーディオデータを記録するもの、空と音でクオン開発を、プロジェクトとして立ち上げている朝比奈幸太郎です。こちらはですね、Zoom F3 に使っているマイクロフォン、今はこれが喋って収録されているマイクなんですけども、こちらは私のオリジナルマイクになってます。自分で組み上げたマイクになってまして、もう市販品のですね、DPA とか結構高額なマイクをいろいろ使ってきたわけなんですが、音楽家ですので。ところが自分で作ったマイクがやっぱり一番音がいい。これはもう自信を持ってお伝えできます。これはクオン開発のホームページで購入できますので、ぜひ概要欄から視聴してみてください。今こうやって喋ってる中でですもんね、中でもう極めて自然な音でこう入っているのが皆さんにも伝わるんじゃないでしょうか。で、ロケの場合はですね、外で使う場合は、この先端の素子に、しっかりとウィンドジャマーをつけてですね、この長さを確保して、無指向性の AB 方式で撮るというスタイルになっております。これをヘルメットで被るとですね、ほぼ手ぶらで、GNSS データと、オーディオデータが収録できるという装置になっております。装置って言っても、結束バンドで繋いだだけなんですけども、制作とか収録っていうのは、得てしてこういうふうにこう工夫しながら自作していく、自分のやりやすいように撮っていくっていうのがポイントになるんじゃないかなというふうに思います。私はですね、1986年生まれで、デジタルとアナログのちょうど中間、橋渡し的な世代というふうに考えています。ですので、私の使命というか目標としては、アナログとデジタルの橋渡し的存在になると。人類っていうのは、これからこう記録をもとにしてですね、人類は進化してきました。そしてそれを伝えることができる、残すことができるっていうのは人間にしかできない英知だと思います。で、アナログの技術っていうのは、アナログのエンジニア、どんどん高齢になってなくなっていって、その英知っていうのは、失われていきつつありますよね。で、デジタルの世界でいいじゃないか。クラウドに人生が上がる。それはちょっと味気ないんじゃないかと。面白くないんじゃないかと。そしてアナログの素晴らしさっていうのはやっぱり一度体験してみるとですね、抜け出せなくなるようなすごい体験がありますので、それを皆さん次の世代に、デジタル世代の方に伝えていく。そしてその伝えていった英知を持ってデジタル世代の人がどのような発展をさせていくのかっていうのはもうお任せするというようなスタンスで活動しています。もともとですね、音大でピアノ科を卒業しまして、20代で京阪神を中心に、関西中心にですね、ピアニストとして活動していました。活動していく中で、どう言ったらいいんでしょうね。私自身は、あんまり現場が好きじゃないっていうのがあります。だから録音とかは現場が好きなんですけども、すごい過酷な場所にロケに行ったりとか、録音取りに行ったりとかはするのは結構好きなんですけども、そのピアニストとしての現場があんまり好きじゃないと言いましょうか。根本的な部分での研究とか開発とか音を良くするためにどうしたらいいかっていうのを考えるのがやっぱり好きで、なんていうかよく言いますよね。ドクターも現場でオペをする人と論文ばっかり書く人で、大門未知子先生のドラマありますよね。論文のお手伝いしませんみたいな。私は現場で人を助けるんですみたいな。私はですね、論文派の音楽家なんですね。あんまりかっこよくないかもしれませんが、論文を、自宅でポチポチと開発したり、紐解いていったり、で、演奏家のサポートができるようなシステムを開発したりっていうのが、僕に向いているのかなっていうふうに思ってます。ただ、ピアニスト、演奏家としての活動を別に捨てたわけじゃなくて、これらの技術を全部ですね、結集した後に、還暦ぐらいになったら収録を再開しようかなというふうに考えている次第なんですね。で、20代で、
ドイツ、オランダ、スウェーデンなどで演奏活動をしてきまして、私がどんな演奏スタイルなのかっていうのは、ちょっとドイツでの収録の映像があるので、ちょっと聞いてみてください。はい、このような演奏をですね、ドイツでやってきたわけなんですけれども、ドイツっていうのは、音の20世紀の前半部分でもすでにお伝えしているように、非常にオーディオの歴史にとって重要で、なおかつ現在でも、最重要ポイントにいる国でありまして、ドイツと日本ってちょっと似てるなっていう部分があるよねっていうのが、世間の常識だと思います。例えばカメラにしても、オーディオにしても、あと時計ですね。日本製の時計っていうのはすごい、ドイツやスイス、あの辺のエリアの時計っていうのもすごいわけです。で、カメラの精度も当時、高度経済成長期に日本は、ライカとかのレンジファインダー機をコピーして作るんですけども、私自身も実際、ライカの 3F とかも使ってたんですけども、キヤノンの P とかですね、あの辺のなんかこう日本製ならではのこう取り手に寄り添う、機械にその魂が注入される感覚っていうのが、すごいものがあるなと。ドイツのカメラっていうのは、ハッセルブラッドもライカもそうなんですけども、やっぱりこうオレオレしてるんですよね。俺の方がすごいぞと。なんか俺が撮ってやる、お前は指だけ乗せろみたいなところがあって、日本製のカメラはそこがないみたいなところ、ちょっと話がそれてしまいましたが、ドイツとかスイスっていうのはそういう意味で重要な国であると思ってますし、今の一緒に共演したエンシェンタングとも今も連絡が取り合えてて繋がっているわけなんですけども、この後、レボックスですね、スチューダー関係で、このレストア技術っていうのを私は2025年に習得したわけなんですけども、どうやって習得したかっていうと、ドイツでこのレストアを専門にやっている、クラスという方がいまして、その人が、俺がもうお前のレボックスのレストアを完全に教え込んでやるよとこう言ってくれましてですね、それでいろいろとメールのやり取りの中でいろいろ教えてもらって、それでレストアが完成したというところがあります。で、加えてそのつながりでですね、イギリス人のエンジニアと出会うこともできて、イギリス人もすごい技術を持ってるんですね。レボックスの修復技術としては、イギリス人は結構情報を皆さん持ってて、しかも修復に使うパーツなんかもイギリスで管理されてることも結構多いわけなんですね。そういう意味で、本当に素敵なご縁で、ルボックスの修復技術に関わるエンジニア数名とですね、インターネットを通じて出会うこと、そして交流を持つことができましたので、この技術っていうのも次の世代に確実に私自身が伝えていきたいと思っていますし、そのイギリス人のエンジニアもぜひ自分が持っているその情報と技術は全部お前にあるから、次の世代に伝えていってほしいと。これは人類の英知だから途切れさせるわけにはいかないと。いうふうに言ってくれるんですね。私めちゃくちゃ感動しまして、頑張ってやってやるぞという思いがあるわけなんですけども、それぐらいですね、その昭和のエンジニアたちが、昭和って言ってしまうとドイツ人とイギリス人に悪いんですけども、エンジニアたちがですね、残したい、どうしてもつなげたいっていうほど、すごい音が鳴ります。本当にデジタル世代の方が聞いたらびっくりするような音が鳴って、確実に必ずですね、どこかの段階で視聴会を、このクオン開発で
やりたいと思っておりますので、その際に向けてチャンネル登録といいねボタンでぜひね、応援していただけたらと思います。で、その後ですね、私は30代の頃は在宅介護に少し時間を使っておりまして、その中で学んだことっていうのが本当に膨大で、これは後に今につながってくるし、芸術活動にこれから確実につながってくるものだと思っています。そのあたりもまたの機会に、社会時事ネタの会にですね、お届けできたらというふうには考えているんですけども、その中で、設計エンジニアの友人と今もつながってるんですけども、その友人の影響でですね、流的と小を学ぶことができました。この流的と小の概念をですね、手に入れることによって、その西洋音楽と日本音楽のこのコントラストっていうのを俯瞰的に見つめることができたわけなんですね。ここもまた非常に大きいわけです。今ここに流的がありますが、流的と小は西洋音楽とは全く違う概念で存在しているわけなんですね。楽譜ももちろん全然違いますし、日本ならではのその民族性っていうのが音楽の中に詰め込まれていて、ここの哲学を紐解いていくと、ヘリコプターですね、日中同祖論とかにもつながってきますし、じゃあその歴史を辿っていくと、音楽の歴史そのものがどのように芽生えていったか、花開いていったかっていうのを、イメージできるようになるというふうに考えています。そもそも、ここでちょっと自己紹介なので今日は、お伝えしておきたいのがですね、日本人のその音楽家、ミュージシャンの方、やっぱり日本音楽をやってほしいんですね。結構音大でもその琴の専攻っていうのは確かあったと思うんですけども、結構マイナーな存在なんですよね。だけどどっちかっていうと本当にその第二次大戦ずっとやってますが、その戦争の影響もあって西洋の文化を崇拝する風潮がどうしても日本の音楽家にはあるのかなっていうふうに考えますが、西洋の音楽をやるにしてもですね、いずれにしても日本の音楽はまずやっておいてほしいな。これから音楽家を目指す方、そして知っておいてほしいなっていうのが私の音楽家として次の世代に伝えたい思いです。で、世界を見渡してみると、ドイツ人、イギリス人、そしてアルゼンチンのミュージシャンとかも交流があるわけなんですけども、やっぱり現地のその各国のミュージシャンっていうのは自分の国の民族音楽っていうのは必ず知ってますし、演奏することができるんですよね。で、アルゼンチンだったら例えばフォルクローレ、とかもそうですし、いろんな国にいろんな民族音楽がありますが、音楽家っていうのは得てしてその国の自国の民族の音楽っていうのは必ずできます。日本人だけ結構それが弱いなっていうふうに感じていますので、ぜひですね、流的小、琴、尺八、三味線、何でもいいので、やっぱり日本の文化っていうのを、知ること、演奏できるようにしておくことっていうのは大事なのかなっていうふうに思います。そしてですね、私がこの音の20世紀シリーズを始められた、そして高音開発を始められた、そのきっかけってなるのが、40代に入るっていうところが境界線としてあったからなんですね。40代になったら、後進の育成に力を注ぐというふうにですね、20代の頃から決めていました。なので、40代まで、去年まではですね、自分の知識とか経験を蓄積して、貯めていく時代だと思っていました。で、40代からもうそれを放出する、皆さんに公開する、提供する、側になっていくというふうに自覚をしましたので、このように音の20世紀を始めましたし、高音開発を始めた次第でございます。高音開発の音の部門ではですね、音楽家に必要なプラットフォーム、音楽家に必要な道具を全て詰め込んだプラットフォームになっています。世界中の人がですね、PC にインストールすることなく、ソフトをインストールすることなく、難しい操作をすることなく、録音技術を手にすることができる。これができることによって世界各地でですね、文化の芽っていうのがポツポツと花開いていく。そういうことを
続けていくことで、この地球全体のですね、文化のレベルがこう上がっていく。そして文化のレベルが上がるということはですね、科学技術が上がるということなんですよね。これは歴史を見てみるとわかるんですけども、文化が花開かないところで科学技術は育たないし、人類の、どう言いますか、ちょっとスピリチュアルに飛ぶんですけども、魂のレベルが上がっていかないような、気が私はしています。音楽とか録音とかっていうのも芸術なわけなんですけども、この芸術とは何かっていうことを追求するのも芸術家の仕事の一つだと思います。芸術っていうのは何か一言で言ってしまうと意味のないものなんですね。全く皆さんにとって意味のないものになります。そしてこの意味のないものっていうのが存在して初めて意味のあるものの輪郭ができるわけなんです。ここが芸術っていうのが社会にとって重要な立ち位置になるポイントになると考えています。こういった考え方を持った人物が音の20世紀紹介しているということでございます。本日使用しているマイクロフォン、クオン開発の方で発売しておりますし、音の総合プラットフォームとしてクオン提供していますので、無料登録で使えますので、ぜひ、皆さん遊びに来てください。そしてチャンネル登録といいねボタンで、ぜひぜひ応援していただけたらなと思います。音のこと、音の20世紀歴史、アナログ機器のこと、音楽に関わること、音楽家として次の世代につなげていければと考えています。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。